皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらのファーウェイウォッチ GT4 のおすすめ設定ということでいくつかご紹介していきたいと思います。もうすでに使い込んでいる方もいらっしゃると思いますが、これから購入を考えている方や、もしくは買ったけどなかなか使いこなせてないという方もいらっしゃるかと思いまして、個人的にね、これをやっておいた方がいいなと思う設定をご紹介していきたいと思います。というわけで、まずこの後の流れとしましては、まずファーウェイヘルスケアのアプリを使ったおすすめの設定をご紹介していきたいと思います。その後にウォッチ本体を使った設定をご紹介いたします。というわけで早速本日も行ってみましょう。ではまずアプリを使った設定になりますけど、ファーウェイヘルスケアを開いていただきまして、このデバイスですね。この部分を開いていただきますと、ペアリングしてありますファーウェイウォッチ GT4 がこの一覧のところに出てきますのでね、ここから開いていただきますとね、こういった画面になります。そして今回ご紹介したいのが、この通知のとこですね。開きますとこのようにスマホに入っているアプリ一覧が出てきます。ペアリングしてあるこのね、ファーウェイウォッチ GT4 に通知をオンにしてあるものが転送されるわけですが、今回ご紹介したいのは個別の設定に関してです。というのも、スマホに届いた通知すべてがスマートウォッチに飛んでいきますと、結構ね、煩わしいっていうことがあるかもしれませんので、欲しい通知だけをウォッチに送るっていう形にしたいと思います。ということで、このようにオレンジ色になってオンになっているものが通知を欲しいもののリストになっています。ちなみにですが、このように下を見ていただきますと、例えば Google マップがありますが、これをオンにすると通知が飛ぶという形になりますし、Spotify のものもオンにすれば、Spotify の通知がこちらに来る形になります。通知が欲しいものに関してはオンにしておいていただければと思います。そしてね、ちょっとついでになりますので、このデバイスの設定のところを見ていきたいと思います。このデバイスの設定で持ち上げて画面を起動っていうのがありまして、これ今オンになっていますね。これ何なのかって言いますと、今画面がこのようにつきっぱなしになっていますが、このように消した状態でこういう動きをすると画面が点灯しましたね。この動作をオンにするかどうかになります。ですので、このような動きで画面を点灯させる方が便利だっていうことであればオンにされてください。そしてこの Bluetooth 切断時の通知っていうのが今オフになっていますが、これはオンにしますとGT4 とこのペアリングしてあるスマホがある程度距離が離れた場合ですね、ペアリング状態が切断されましたよっていう風にこっちから通知が来ますね。もしスマホがですね、車に置き忘れている場合、ある程度離れていきますと、スマホとペアリングが切断されたっていうこと通知が来ますのでね、スマホの置き忘れ防止っていう風にね、使うこともできるかと思います。必要な方はオンにされてください。というわけで、アプリを使った設定は以上になります。項目が少ない理由としましては、ファーウェイのスマートウォッチはアプリで設定する項目って結構少なめなんですよね。ほとんどがこのウォッチ本体で設定することが多いので、この後ね、しっかりお伝えしたいと思います。というわけでね、ここからはウォッチ本体を使ったおすすめ設定をご紹介したいと思います。まず最初にご紹介しますのは、リスト表示かグリッド表示かという項目になります。これ実はですね、この左上のボタン1回押しますと、これがグリッド表示というものになりまして、各機能をここから選ぶことができます。このアイコンを見る限り、どういった機能なのかよくわからないということがありますので、ここはね、リスト表示に慣れるまで変更しておいた方がいいんじゃないかなと思います。リスト表示にするにどうしたらいいかと言いますと、このね、ギアのマークがありますね。これを開きます。そうしますと、この文字盤とフォームっていうのがありますので、こちらを開きます。このようにフォームっていうのが一番下にありますので、ここを開きますと、グリッドかリストかっていうことになります。グリッドは先ほどのアイコンがたくさんある状態ですけども、リストにしますと、こんな感じに変わるんですね。これはアイコンの横にちゃんとね、機能の名称が出ているので、内容がわかりやすくなりますね。個人的にはね、これを慣れるまで使った方がいいんじゃないかなと思います。この設定にしましたら次の項目に移りたいと思います。それはですね、まずこのリューズを押していただきますと、ワークアウトというのが一番上に出てきます。やはりスマートウォッチ購入した目的の一つだと思いますが、運動をしたいということだと思います。この並び方を編集しておくと、いざね、スポーツをされる時にたくさんある中から探さなくていいということになります。じゃあこの中で、例えば私の場合、屋外ウォーキングや屋内サイクリングっていうのをよくやるんですけど、それだけにここの項目を変更していきたいと思います。どうやるかと言いますと、この一番下の方までね、スクロールしていただきますと、カスタムっていうのが出てきます。ここをタップしていただきます。そうしますとね、先ほどのリスト一覧の右側にバッテンマークが出てきましたね。これ消したいものはバッテンを押していけば項目から消えるっていうことになります。私の場合になりますが、まずコースと計画っていうのを消したいと思います。そうしますとね、削除しますかってありますので、0点を押します。こんな感じで
一個一個消していくわけですね。屋外ランニングも私の場合はね、ちょっとやりませんので消します。屋内ランニングも消していきます。こんな感じで必要なものと必要でないものをより分けていくっていう形になります。ということでね、今作業しまして、屋外ウォーキングと屋内サイクリングだけここに残しました。この状態になりましたら、一応ですね、このリューズを一回押していただきますと固定されます。でもう一回押していただいて、ワークアウトを開きますと、屋外ウォーキングと屋内サイクリングだけ残りましたね。こんな風にして必要なものと必要でないものをここでね、編集していただければと思います。で、逆にですね、ここにやっぱり追加したいっていうことであれば、やはりこのカスタムを開いていただいて、プラスマークですね、押しますと、消したスポーツがここから出てきまして、例えば屋外ランニングをもう一度リストに戻したいということであれば、0点をつけていただいて OK をします。そうしますとね、先ほどの一覧の一番上にね、入ってきましたね。で、もう一度固定させていただいて、ワークアウト開きますとね、屋外ランニングがね、一番上に入ってきました。こんな風にして追加と削除をしていただければと思います。そして次にご紹介したいのはカスタムカードというものになります。これはですね、ホーム画面に対しまして、1枚目、2枚目、また4枚目、5枚目。こんな風に表示されるものがカスタムカードと言われるものになります。これですね、よく使うものとやっぱり使わないものがあるんじゃないかなと思いますが、これでどうやって編集するかになります。例えば、ホーム画面のすぐ右側にこちらの画面がありますね。このように長押ししていただきますと、こんな画面が出てきまして、ドラッグすると順番を変更できますよと出てきました。タップしたまんまこんな風に移動させることができます。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、順番の中の入れたい場所で離すという形になりますね。そうしますとね、順番が入れ替わる形になりますね。で、次にですね、この順番を入れ替えとともに、ここに表示されている各アイコン、これを他の機能に割り当てたい場合になりますが、やはり長押ししていただいて、このギアのマークですね。そうしますと、各このアイコンの部分になりますけども、好きなものに変えられます。例えばこのクローバーの部分ありますが、これを睡眠に変えるとかね、このように変わりました。そしてこの右下の部分、これ血中酸素になりますが、これを例えばこの中でありました呼吸のエクササイズっていうのに変えたいと思いますが、ちょっとね、被ってしまいました。こんな風にして変更することができますので、ちょっとね、時間かかると思いますが、調整されてみてください。そしてね、よろしければサイドボタンで固定させるようなイメージですね。そしてね、このページいらないよっていうことであれば、これも削除。ここもいらないと。こんな風にしてページ数が少なくなりますけどもね、このカードを減らしていくこともできますし、増やしたい場合はプラスのマークを押していただくと、このリストの中から欲しいカードを貼り付けることができます。例えばそうですね、私の場合、睡眠測定の結果見たいので、この睡眠を追加してみたいと思います。で、皮膚音っていうのもね、ちょっと追加しておきたいと思います。そうしましたら、ここのやはりサイドボタンを押していただくと、ここにね、追加されていることがわかります。こんな風にして追加と削除、編集していただければと思います。そして次になりますが、それは今ね、腕に装着していないと通知を来ないようにしてあります。そうしないとね、バッテリー持ちに関して影響を及ぼして、無駄なね、バッテリー消費っていうのを起こしているわけですが、腕に装着している時に通知が欲しいっていう、そうしたモードがあります。これどうやるかと言いますと、ホーム画面の上から下にスワイプしますと、設定に飛べるマークがありますので、ここからね、入っていただければと思います。そうしましたら、通知という項目がありますので、こちらから入っていきます。そうしますとね、画面を起動というのがまず出てきました。この下に装着時にのみ通知を表示っていうのがありまして、説明がこの下にありますが、ウォッチが装着されていることが検出されている場合のみ通知が表示されますとありますね。こんな風にして、ここをオンにしておくと、無駄なバッテリー消費っていうのを抑えることができます。加えて、この画面起動っていうのがありますが、通知を受信した時に画面を点灯するかどうかになりますので、これもね、オンにしておくといいんじゃないかなと思います。ただね、画面がいちいち点灯しなくてもいいと。バイブで触れてくれるだけ、もしくは通知音で教えてくれるだけでいいっていうことであればね、これはオフにしておいていただいてもいいと思います。そしてね、使い勝手の面で、やっぱりここの部分も大きいと思いますが、ここにあります機能ボタンというものがありますが、ここに好きな機能を割り当てることができます。標準のままですと、1
回押しますと、ワークアウトのモードにいきなり飛ぶことができますね。ここのボタンをワークアウトじゃなくて別の機能に割り当てたいって言った場合、どうするかってことになります。設定を開いていただきまして、この機能ボタンっていうのがあります。ここを開きますと、現在はワークアウトに割り当てがされていますね。この下の方を見ていただきますと、各項目を割り当てることができるようになっています。私の場合になりますが、よく使うのがタイマーなんですね。ですので、これを割り当てたいと思います。今、機能ボタン、タイマーとなりました。確認をしてみたいと思いますが、ここのボタンですね。一回タップしますと、タイマーにすぐ飛ぶことができるようになりました。これでね、使い勝手が飛躍的にアップするんじゃないかなと思います。ですので、これね、物理ボタンで一発で飛ぶことができるのがめちゃめちゃ便利になりますので、本当によく使うものだけをここに割り当てるってことがいいんじゃないかなと思います。そして、文字盤になりますけども、この部分は実は変更することができます。例えばこのね、0/25とありますが、これタップしますとね、活動の記録っていうのに飛ぶことができますね。各項目に飛ぶことができます。心拍数ですね。ここの部分をもっと使うものに変更したいよってことであれば、どうするか。その場合、画面を長押ししていただいて、ギアのマークがあれば、編集をある程度することができます。この文字盤に関してになりますが、この部分をね、タップしますと、まずカラーリングをですね、こんな風に変更することができます。これは好みのものに変えていただければと思います。そして、右にスワイプしますと、スケールとありますが、この外側の部分の数字を変更できました。さらに飛ばしていきますと、機能とありますが、ここをね、変更したいっていうことになります。まず、リンクの部分ですね。この一番下の部分をタップしますと、他の機能に変更できますよということですね。例えば、歩数に変更してみたいと思います。そして、この右側の部分ですね。ここを気圧に変更してみたいと思います。これで良ければ、サイドボタンを1回押していただければね、このように固定されまして、歩数と気圧計がここに表示される形になりました。気圧計タップしてみますと、このようにね、一気にここに飛ぶことができます。さらにね、上にスワイプしますと、高度計も同時に見ることもできます。それで歩数計をタップしますと、今現在の歩数、移動距離とか上昇のメートルですね。このあたりが表示される仕様となっています。ですので、文字盤によってここでカスタマイズできる範囲っていうのは異なっていますので、いろいろね、やっていただければと思います。こちらの文字盤の場合ですと、機能のここの部分ですね、タップしますとバッテリー表示にじゃあ変えますよっていうこともできます。こんな風にね、変更することができますので、いろいろ試していただければと思います。というわけでね、最後に文字盤を変えたまま終わりになりますけども、こんな風にしてファーウェイウォッチ GT4 の設定を自分仕様にカスタマイズすることができますので、ぜひね、時間がある時にやってみてください。個人的に特にワークアウトに関しましては、運動する直前にここをカスタマイズするっていうのは、なかなかね、じれったい状態になると思いますので、このあたりはやっぱりね、時間のある時にね、あらかじめ調整しておくといいんじゃないかなと思います。そうしますとね、ここのリストからいちいちね、本当に探さなくて良くなりますので、使うものだけを表示させておくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ということでね、こういったおすすめ設定の動画や、このファーウェイウォッチ GT4 のファーストインプレッションなどの動画も出していますので、ぜひね、チャンネル登録してこれからもご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。